悩みがあったらみんなで分かち合えばいい。だから人と肉は優しくね。もうコロッてしてる状態までしたらこれでもう外しちゃっていいです。つけてあげる。はい、銀座にありますレストランラフィナージュの、オーナーシェフ高良康之です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、アイリッシュグラスフェッドビーフ、こちらを使って、サーロインですね、サーロインの部位を使ってローストして仕上げていきます。黒胡椒を使った赤ワインのソース、ポアブラードソースと、きのこの香る、ソース、2色のソースをあしらった一品です。アイリッシュビーフの、特徴です。グラスフェッドなんですけども、グラスフェッドに、想像しがちななんかこう優しい味わい、そういうところばかりではなくて、実はこのアイリッシュグラスフェッドビーフはとても力強さも持ち合わせています。繊細さと、その力強さ、そしてきめの細かさですね、こうすごくいい肉質だなってもう直感的に感じる、そんなところがあります。焼き方にちょっと工夫しながら焼いていくので、そちらも一緒に見て、ぜひ作ってみてください。よろしくお願いいたします。はい、今日は、サーロインの場所になります。とてもすごい目の細かい、こうしっとりしてる感じですね。きめの細かさが、肉質がここから見てても分かるようなそんな肉です。はい、で今日これを塊で4人前ぐらいローストしていきましょうか。なのでちょっと大きめにこんな感じで。すごく赤身が充実しているお肉ですね。サシがこう入り込んでるっていうよりはもう赤身の充実感がもう切った断面から見れるような部分ですね。でこれを掃除していきます。まずどうしてもここの部分は、このサーロインの部分から比べると硬さが残るのと火の入りが違うので筋に沿って入れてってあげる。そうすると切ってしまうっていうよりは、切り離すっていうよりは筋に合わせてこう引いてあげると、そこは肉のちゃんと境目になってるんで、これで外してあげる。でこういうところはカレーとか煮込みに使ってあげればいいと思います。であと裏の骨肌の部分であったりとか、筋がついてるんで、ここは少し掃除してあげた方がいいです。こっちもサーロイン側なんですけど、リブ側とかの方だとリブはこう骨がついてる場所、お互い肉のこの背面って骨ついてるんですけど、そこの場所にどうしてもこう骨の削った後の骨の残りがあったりとかするから、そこは取ってあげた方がいいですね。あとは太い筋が入ってる時はそこが焼き縮みの原因になったりで、仕上がりに肉がこうよれたりとかするんで、なのでそこがもし余分だなっていうか不安だなっていう時は取ってあげた方がいいです。なのでこの状態でいくと、今ここから見てってずっとここまで太い筋が入ってて、でこっちの方からどんどん細い筋になっていくんですけど、もしここの部分が気になるようだったら焼き縮みが起きると、これが例えば肉がこうよれちゃうんですね。ここだけこう小さくなってっちゃう。だからここをちょっと気になるなっていう場所があったら、その太い筋は取ってあげる。なのできっかけだけ作ってあげて、きっかけ作ってあげたら、あとはこのところ刃先を筋に当てて、肉側にというよりは筋側の方が刃が入りづらいから、筋を頼りながら切り込みを入れてあげる。でそうすると今この太い筋のところ、ここの下にずっと入ってきてるから、ここまで包丁入れてあげて、でここで切ってしまえばいいかな。でここにもちょっと筋が入ってるんですね。こうやって縦に筋が入ってる。でも今回はそんなに気になるような太い筋に残ってないから、上のところの筋だけ外してあげる。でもう一つ、次は上手にお肉を焼くために均等にしてあげることです。これで焼き始めると、今油側が硬いから残って、どんどん肉はこう縮んでっちゃう。
でこっちの方が盤がでかくてこっちが小さいから、こことこの火の入りが変わってきちゃうんで、これを均等にしてあげる。なのでタコ糸かけてあげればいいです。でこっちに向かってかけてあげる。1周2周ぐらいでいい。で必ず引っ越しの荷物もそうですけど、二重にかけるでしょ。でここで結ぼうとすると引っかかりがないから結びづらいから、結ぶ時は角を使ってあげる。だから油の角の方を使ってあげると、今これで止まってるからちゃんと引っかかるんで、これで縛ってあげると縛りやすい。肉の角を使って紐をかけてあげるとやりやすいです。で成形もこれぐらい軽くしてあげて、そうすると油の部分の風味つけながら、ここが今四角い状態で整ってるから均等に火が入っていくんで、上手に焼けます。それとここの部分の油、後で盛り付けの時には外してしまうんですけど、よれない油であればそこには香りがあるから、ここは焼く時は取り外さないで置いといた方がいいですかね。で次はじゃあ塩で、塩をしていきたいんですけど、今回は塊なんで先に塩します。薄いお肉の場合は塩することによって中のジュースを外に引っ張り出したがるから、そうするとどうしてもこう肉を硬くしていってしまうんですけど、ある程度の厚みがあるんで、今日は先にちょっと塩をちゃんとしてあげて、芯まで味を入れていってあげる。で肉に対して 1% の塩ですね。手で影作ってあげて、ちゃんと自分が振ってる塩が見えるようにして塩を振ってあげる。自分がどれぐらいの塩を振ってるかっていう意識が手を添えることによって必ずできるので、ね、こうやって偉そうにこうやってやってたらどうしようもないよね。だからちゃんと手で影を作ってあげて、自分で塩をするのをちゃんと見て目視しながらする。それと塩と胡椒、どうしてもセットにしがちなんですけど、塩はもともと岩塩にしてもそうですけど、海水、水の中にあったものを取り出したものだから、塩をしたら塩はここに溶けてなじむ。ただ胡椒は実なんで、味付けとしてはこうなじんでいくけど、表面に粒子が残る。粒子が残るとその粒子は焦げにしかなっていかないから、だから塩コショウはセットじゃなくて、胡椒をつけたいんだったら後から仕上げに風味で振ってあげればいいです。なので最初に胡椒はしないで焼いていきます。はい、そうしたら焼いていきましょう。まず一番最初は樹脂加工のフライパンから。普通のオイルでいいです。サラダオイルでもいいし、太白の白締めオイルでもいいし、あんまり香りが強くない方がいいですね。グラスフェッドの、その香りが相性の良さもあるんで、あんまり濃い香りのあるオリーブオイルのすごくいいものとかそういうものじゃなくていいです。で熱したフライパンにまず油側から接してあげて香りを出していく。フライパン温めなくていいです。樹脂加工のフライパンなんで、鉄のフライパンだと温めないとくっついちゃう。でも樹脂加工で表面加工されてるから、温まってなくても食材乗っけてもくっつかないじゃないですか。で次にしたいのは、全体に熱を与えながら転がしてあげること。だからごく弱火でいいです。弱火にしてあげて、弱火で肉の表面に熱を与えながら、これから焼くよっていうのを肉に教えてあげればいい。もう熱入れてる、塩をしたこともそうだし、火にかけてる時点で、肉自体にもうストレスがかかり始めてるから、そしたらね、ここばっかりうわーってストレスかけたらここばっかり火入っちゃうじゃない。だからストレスが悩みがあったらみんなで分かち合えばいい。全体的に回してあげればいいでしょ。そうしたらね、ここの面の子がここの面の子に「そうだよね、熱いよね」って言うから「じゃあ俺変わってやるよ」と思って、ね、俺ちょっと下熱いんだけど分かったら俺変わってやるっていう感じにしとけばいい。で少し紐が締まり始めてきてる。指1本って言ったのに少しゆとりがなくなってきてるんですよね。それは
肉の中に熱が入り始めて火が入り始めたよっていう合図が肉が膨らんでることなんで、なのでそうしたら一旦休ましてやる。で休ませるときは必ずバットの上にこうやって直置きするんじゃなくて、網をこうやって敷いて熱がこもらないようにして休ませる。イメージはこの辺の空中にポンって置いてある感じ。どうしても接地面ができちゃうとそこだけ熱が逃げないんで、なので網を引いた上に乗せてあげればいいです。こんな感じ。それでもう一つ、薄い肉の場合はアルミホイルかけちゃうとストレスがかかりすぎたまんまになるから、ちょっと肉汁が出ちゃったり火入れが進むんです。今熱っていうところから離したから、この表面は火が入るのが止まってる状態でも、こもってる肉は芯に向かってずっとまだ進んでるから、それは余熱で入っていく。でその余熱で入っていくところの熱と、周りが乾いていく温度、乾いていくじゃない、下がっていく温度、それが均等になるのが焼いた時間と、焼いた時間からもしくは焼いた倍の時間、それぐらいで熱が全部均等に落ち着く頃だから、その時間帯休ませてあげればいいです。ギュッてこういう風にしちゃうと、せっかく熱源から離れた表面に熱が持ったままでギューってやると、その熱はこもったまま芯に向かうから火の入りがちょっと強くなってる。でそれがストレスになるんで、結局肉のジュースとかを外に出しちゃう。これがうちのスタッフだとして、ね、シェフが失敗してちょっと怒り始めた。で怒ってる最中はこいつはドキドキしてるから熱いところにいて萎縮してるわけで、ビビってるわけです。でもビビってるんだけど、これを強い火で焼いちゃうとビビリが萎縮が激しくなって挫折しちゃうでしょ。で叱られてるけど、怒ってんじゃなくて優しく叱られてるけど、まあ分かったよ、理解できたんだったらって休ましてやる。休ましてやってる時に、じゃあ終わった、お疲れ様って時にこの子は今日怒られちゃったよと思ってるのに、ここで俺が携帯で電話するわけ。お前今日何やってんだよって、うちに着いた頃に LINE で、お前あれはねえよなってまた言い始めたら、うち帰っても気持ちが休まないでしょ。そうするとこの子ビビって萎縮するでしょ。だから肉も全部硬くなるでしょ。だから同じ。だからこれの時は優しく乾かないように、もう終わったことだからいいからって言って休ませてくれる。そうだから人と肉は優しくね、それがポイントです。で1回使った油はどうしても熱が入ると、油っていうのは今状態が良くても嫌な香りを出してくるから、その時は油拭いてあげればいい。はい、そしたら焼いた時間を、少し超えるぐらいかな、それぐらい休ましたので、肉の表情は今上の方が少しこう乾き始めてるぐらいですね。で裏返してあげるとツヤツヤになってるでしょ。これ重力の法則ですね。下の方はやっぱりツヤツヤになってて、でも同じように熱が下がってきてるんで、乾かないところを今作って休ませてあげた状態。ただもう一回次焼いていきます。2回目も同じフライパンでいいんで、汚れた油だけ捨てて、オイルを最初も 10cc ぐらいで、2回目も 10cc、 小さじ2つぐらいかな、2杯ぐらいで、今先に火つけたけど樹脂加工のフライパンなんで別にねする必要はない、温める必要はないから、弱い火のまんままたコロコロ焼いていきます。今だんだん転がしてる割には焼き色がついてきてて、で油の上に乗せ替えしてあげると小さい気泡がだんだん出始めてる。それは、火が入ってきて中の水分が外に出始めてて、それが油の中に入っていくから小さい気泡がどんどん出始める。これがもっともっとたくさん出ちゃうと肉のジュースが外に出てきてるから、
2回目焼くときはここら辺を気にしながら見てて、ちょっと気泡がどんどん大きく多くなってきたなと思ったら、その面を焼くのをやめてあげた方がいい。それは肉汁が外に出始めてるから、それが出ないように他の面で熱を与えてあげる。ここの減りを見てあげるのがすごい2回目焼くときは大事です。で、肉はふっくらこう膨らんできてる状態分かります？コロンとしてきてる。でこれぐらいの表情になってきたら金串、こういうものを使って一回刺してあげて、で唇の下唇の下に当ててあげて、どれぐらいの熱かをこう確かめてあげる。だからこの時に下唇の下に当てて、自分の体温を感じればあったかいなって思うだろうし、体温を超えてればぬるいなと思えばそれより冷たく感じるはずなんで、そこを一つの目安。それと、赤身肉なんで火が入っていく温度が68度ですね。タンパク質の変化が起き始める。火が入って食べれるよっていう温度が68度になってきたら食べれるから、だから自分でちょっとあったかいなと思うぐらいの仕上げのところにしてあげればいい。で肉がだんだんこうやって今盛り上がってコロンとしてきてるのが見てて分かると思うんで、下の油が少し、水分が出てるのかなっていうような感じになってる。でもそれは外に出したくないから面を返しながら焼くんで、油の中は汚れてない状態。この中に、白い塊とか出てきたらもう焼くのをやめた方がいい。でこれで今どうだろう、焼いてる面のところに置くと気泡がすぐバーッと上がってくるようになってきて、それは火が入ってきて中からジュースが出たいよって言ってる時だから、そうなったらまたもう一回休ました。火を止めて、今こっちの辺の面が少し焼き色が強くついてて、こっちの方がまだ優しい色ってことは、こっちの方がダメージを食らってる、こっちはまだ優しい。そしたらダメージが食らってる方を上にしてあげた方が熱は逃げやすいから、熱を逃がしてあげて、でまた同じようにしてホイルをかぶすだけ。表面乾かないでほしいからです。熱源から外して休ませる。で焼いた時間をまた同じようにして休ませてあげる。はい、それでは今2回目が済んだところで、肉もしっかり膨らんできて紐がちょっとこう食い込んでる状態で、もう一個見るべきところは網を引いたバットの下、少し肉のジュースが出始めてる。でこれは、ジャブジャブ出ちゃったのはその火で失敗ですけど、今透き通ってる血の部分と、その赤い濁ってるところと両方が混ざって少し水分が外に出てるよっていう状態なんで、もうこれで肉の火入れはほぼほぼ完了です。まず1回目はもう1回熱を戻してあげたいんで、さっきのフライパンに最初から使ってる油でいいんで、それをまた 10cc ぐらい入れて、肉を全体的に温めながら焼き上げていく。でもう周りも焼き色ついてきてるし、あんまり短い時間かけていくと今度は周りの方に粉っぽさを感じるぐらい繊維質を感じてしまうから、今度はちょっと火最初より強めにしてあげて、中火ぐらいです。中火ぐらいにしてあげて、同じように肉は転がすんですけど、丸ってなったらもうすぐ終わりです。で今焼き色はまだ望んでないんで、このコロってしてる状態まで来たらこれでもう外しちゃっていいです。火止めてこれで終わり。同じように乾かしたくないからほんの少し乾かないようにのせてあげて、でまたフライパン洗ってる間ぐらい休ましておけばいい。はい。で仕上げ用はぜひ鉄のフライパン。肉の表面に今度はもう焼き色をつけてフィニッシュに持ってきたいから、樹脂加工のフライパンじゃなくて鉄のフライパンのそのいいところを使ってあげて、しっかり焼き色をつけてあげる。それが今度メイラード反応になって美味しさにつながるから、そこをちゃんと理解しながら使う道具を分けてあげるといいと思います。まず紐を外してあげて、で油は
香りで十分もう使い尽くしたから、油を取り外してあげる。油を取り外す理由ってあるんですか？今日の料理の中に、他の油脂の部分はソースの中に求めてあったりとかしてるから、今このお肉の芯の本当に赤身の良さ、そこの部分を使って出してあげたいから、今日は油なしで、で油の下のところの筋、さっき途中まで外した筋、そこではないところ、今度この先の部分、そこを外してあげる。肉にこうダメージを与えないようにしながら、赤身肉のいいところを引き上げるようにして焼いてってあげたんで、これがこのジュース類が外に出てる時は肉は縮んでるし、紐はゆるゆるになっちゃってるし、なので熱ってものを中に入れながら膨らましてってあげればいい。でそうしたら油を外して筋を外した面は、塩が浸透しきれてないから、そこの場所に再度塩してあげる。でこっちの面は最初に塩してあるからしなくていいです。鉄のフライパンなんで一旦火をつけて、で今度は香りを上げていきたいからバターで仕上げたいんですけど、バターだけだとバターはすぐ焦げやすいから何かでフォローしてあげた方がいいんで、今度は仕上げ用にオリーブオイルを使って、要するに300度ぐらいで火がつく油の沸点の高さを利用してあげて、焦げやすいバターをコントロールしてあげる。そうすることによってバターが焦げないでいい香りの状態を長く保ってくれるから、それを今度グラスフェッドで育った、牛に動物性のものの香りをつけていく。で少し仕上げなんで強めにいきます。でバターがゆったり溶けて、焦げやすいバターを他の油でフォローしてあげるんです。でバターの風味だけが欲しいから、そこを上手に長く使ってあげる。そうしたらどっからの面からでもいいんで、今度は焼き色をつけながら食べれる温度まで上げてあげればいい。ただせっかくコロコロ転がして焼いてきてるのに、仕上げだからって焼き色をいきなりここで求め始めたら、そこの面は硬くなっちゃうから転がしていく。転がす方法も一緒で、火はちょっと強めにして、バターの、オリーブオイルの風味とバターがある中でちょっとこう香りをつけながら転がしていったりで、求めるのは焼き色と焼いた時の香りと、それに合わせる食べれる温度を仕上げで求める。で少しバターがこうはしばみ色になってきて、少し焦げ始めてきてる美味しい色になってきたら、そのバターでアロゼしてあげればいい。でまた返してあげて、そうするときれいに焼いた色、メイラード反応も求められるし、風味もついてくる。で肉は相変わらずこうやってちょっと高さが出てコロンとしてきてるでしょ。これを全体的につけてあげる。でもう肉膨らんできてる。で食べれる温度になってきてるから、そうなると熱が入ってるから。でその時にバターの色が肉の焼いてる色と同じ表面、はしばみ色になってノワゼット、焦がしバターになってて、ここまで来てたらバターの役目も終わりだから、焼いた色と同じ色になったらバターはもうそれで役目終わりだよっていう部分だから、これで取り上げて終了です。あとはカットして。最初に塩をしてるけど胡椒はしてないんで、赤ワインのソースも今日ポアブラードで胡椒風味なんで胡椒していく。で胡椒は最初に振っちゃうと粒子が残って焼いた焦げ臭に変わるから、最後に香りだけ拾うのに焼いた断面の方がいいですね。切った断面だとせっかく綺麗に焼けてるものが
黒いブツブツが表面に出てきちゃうから。でこんな感じに切ってあげる。付け合わせは手前に日本人の方は基本的右利きだって捉えてあげて、左の手前を大事にしてあげたいんですよ。そうするとそれはナイフフォークを持った時にフォークを持つ手が左だからなんです。だから主材料をここに置いてあげるとお客さんはそれを普通にね躊躇なくというか食べてってくれる。なんですが今日はこの赤身の肉の美味しさを出したいから、あえて奥に置いてあげてソースをベタって流さない。そうしないと手前でソースつけながら食べてっちゃうから、それをソースを点々点で置いてあげて、肉を奥に置いてあげたら、肉奥にあるから切って肉食べようとして肉だけでも食べれるし、手前に引っ張ってくればソースが点在してるからソースも食べれる、つけて食べれるから、あえて左の奥に置いてある。刺しやすい側、こっちだとこうなっちゃうから食べづらいから、手前じゃなくて奥に置いてあげて、付け合わせは手前にあったら何かをつまみながら食べてくれるから、そうしたら肉の良さが出てくるんですよ。盛り付けするとききれいに盛るのもいい、きれいにもちろん盛りたいし、そういう風な、なんだろうね、お客さんが楽しめるように盛り付けてあげたいんだけど、盛り付けの一番の要素はお客さんがどうやって食べ進むかを考えるべきだから、それはこうやって食べてくださいじゃなくて、意図的にこっちがそれを作り出してあげる。ソースをベタってその周りにつけないようにして全体に散らしてあげれば、肉本来だけの部分で楽しんでもらえるでしょう。でたまに手前にソースがこぼれてれば、肉を引きずり込んでくれば、そこにはソースがついた場所つかない場所っていうのがあるから、味の変化も生まれてくるし。って言ってもね、色気がない料理ばっかりじゃかわいそうなんで、一緒に少し飾り付けをしてあげて、であとは香りの要素が欲しいんで、つけたきのこの泡、舞茸の軸とかきのこの軸とかでたくさんのお水と、あとはベルモットとかマデラシ加えて仕上げた少しの気泡の香りをつけてあげる。はい、アイリッシュビーフですね。グラスフェッドビーフの、ロースト、黒胡椒の香る赤ワインソースときのこのソースです。はい、こちらで完成です。外側はカリッと、そうですね。美味しいですね。外側をカリッと仕上げてあげて、そこに肉の風味とかその美味しさを表現してあげて、でその中の赤身の部分の充実感ですよね。ちくわ焼いていくのはやっぱり肉の火入れに合わせてあげてですね。ただ、グラスペットだからって言ってその肉の部分が、なんだろう、か細いわけじゃなくて、
しっかりしたコクとかうまみがあるから、そこに対抗できるように周りはカリッと焼いてあげて、で真ん中の方はゆったり火を入れてあげてるから、グラスフェッドビーフの良さですね。そこがちゃんと出るようにして、焼き方でこのお肉はね、次に来たサーロイン、次来たサーロインと考えててもみんな同じじゃないから、この子の個性があるから、その子の個性に合わせて火を入れてあげたりと